ざいます。ちょっと昨日の夜から喉がやられてるのでマスクで失礼します。私は今インドのアムリタサルにいて、アムリタサルからデリーまで15時間半で電車旅してきます。で今8時前なんですけど、8時20分に出発してだいたい2時前ぐらいにデリーに着く予定です。でインドの電車予約するとき、このアプリが Ixigo っていうアプリがめちゃくちゃ便利で、普通にオンライン決済で席も予約できるからめっちゃ楽で、私は今回結構長い旅になるからちょっと良さそうなこのエクスプレスの電車にしました。で AC 付きやから結構快適やと思う。でご飯付きで1400ルピーだから2500円ぐらいかなです。5時間半乗るから結構ちゃんとしたやつにしたけど、もう見た感じ普通に新幹線みたいな快適な電車の旅になりそう。 C7 着きました。一番前なるんかな、こっちなんかな、あっちなら進行、あっちやったら一番後ろやな。一番後ろかな。おーめっちゃ長い。朝焼けめっちゃ綺麗やん。めっちゃ綺麗。ここ普通に新幹線の座席みたいな、めっちゃ綺麗。ちゃんと足元に充電のコンセント機能するか分からんけど一応あるっていう。定刻通り8時20分で出発しました。ただ後ろ向きっていうなんか向こうからデリーからこう来て、でそのまま座席変えずにやねんけど、多分これも変わらへんやつやから、それはちょっと日本と違う。朝日がたまに見えてめっちゃ綺麗ということで5時間半の電車旅できます。いっぱい寝ます。全然揺れへんくてめっちゃ快適やけど、ちょっと霧がすごい。お水もらった。チャイもらいました。朝チャイいただきます。あっちゃいめっちゃいおいちゃいうまちゃいハマる。スパイスチャイ。おいしい。インドの車窓マジで真っ白これこそインドっぽい。ビスケットも後ろの人めっちゃ電話してる。このクッキーをチャイにつけて食べるのめっちゃ美味しい。食べちゃう。全粒粉みたいな美味しいクッキーやからご飯も期待できる。めっちゃ美味しいこの朝食マジで。あと10枚ぐらい欲しい。ご飯がやってきました。こんな感じで開けていきます。事前にノンベジ設定してたからノンベジで。これオムレツやな。卵オムレツ美味しそう。パンやな。ブレッドとこれはなんか揚げ芋みたいなかな。油すごい。卵サンドイッチ、卵オムレツサンドイッチいただきます。卵プリプリ、あったかいしめっちゃ美味しいわ。やった。インドの食事でインドの主食美味しい。イエーイすごい菜の花が奥に
一瞬で終わった。一瞬過ぎた。綺麗になってきた。緑がね。トリネット。後ろの人の電話がすごいです。あ、電車来た。多いじゃん。おー、長いね。早い。早いな。すごい。お、色変わった。めっちゃ上げてる。めっちゃそこも上げてるわ。すごい。ほんまや。めっちゃ人おる。トイレも普通に綺麗。ちょっと慣れてるけど、一応ここにトイレットペーパーも置いてくれてるっぽい。なくなったら終わるかもやから、一応トイレットペーパー持ってきた方がいいと思います。12時半、お昼ご飯がやってきました。イエーイ。ちょっと開けていきます。こんな感じでチャパティ、ライス、ダルカレー、バターチキンにじゃがいもみたいなやつ。結構しっかりご飯。ダルいただきます。ダルは美味しい。ダルいいね。バターチキンカレー、チキンいただきます。こんな感じで普通に美味しい、ちゃんとしたお昼ご飯食べれる。なんかご飯なしも選択できるけど、このクオリティやったら普通につけるのがめっちゃいいかな。満足度高い。チャイもなんか2回飲めたし、食後はチャイじゃなくてアイスクリームやった。ムール、これなんか牛乳とかバターで有名なインドの乳製品系の会社やねんけど、これのアイスクリームデザートいただきます。今1時40分で10分早く到着しました。いや、すごい。さすがエクスプレスやわ。今からホテルに向かわなあかんねんけど、このデリー駅周辺はかなり詐欺師が多いというふうに聞いてるので、騙されないように待ってろ詐欺師、絶対騙されへん。空港みたいマジで。人めっちゃ多いね。こっちのローカルの電車乗ったことあるんやけど、こっちは結構なんていうの、席あってもなんか相席っていうか勝手ない人が横に座ってきたりとかやったから、やっぱりさっきのエクスプレス乗ってきたやつはめちゃくちゃ快適な新しい電車なんやと思う。で、ご飯もめっちゃ普通に美味しかったし、全然揺れず、後ろのおじさんがずっと電話してたのはちょっと嫌やったけど、それ以外めっちゃ快適やったから普通におすすめです。今からが本番なんで頑張るぞ。頑張るぞ。待ってろ詐欺師。絶対騙されないダメ、絶対誰も信じない。なんかいい予想外れというか、デリー駅とは違うデリージャンクションっていうところに到着して、なんかよく日本人が騙される空港から使っていくところとはちょっと別の場所に着いたみたいなんで、普通に Uber 呼べました。ただちょっと結構混んでるから20分ぐらいかかるっぽいけど、でもなんか普通に Uber で120ルピーぐらいっぽいから、それでホテルに向かいます。チャルタ、普通に Uber 来た。バナナめっちゃある。
ありがたいな。渋滞がすごい。長いな。めっちゃ人が近い。いつ着いてちょうど1時間ぐらいかな。何プレイスメント？ホテルに到着。無事ホテルにたどり着きました。渋滞すごすぎてなんか1時間半ぐらい結局かかったかな。トイレ普通に綺麗。ホットシャワーが出ることによってお部屋こんな感じ。普通に綺麗。普通に綺麗そうなホテルでよかった。今日はかなりなんか疲れて、あと体調も良くないので部屋でゆっくりしたいと思います。おはようございます。まさかの昨日この宿着いて、でもうゆっくりしようと思ってとりあえず寝る準備だけして一応熱測ったらまさかの38度出てて、でやばいわと思ってとりあえず常備薬自分が持ってったやつだけ飲んで、で早く寝て結構9時間ぐらいかな寝たんやけど、今朝もう一回熱測ったら 38.8 度でちょっと熱上がってて、なんかもう今もめっちゃ暑くて、なんか下痢とかはあんまないから食中毒ではないと思うんやけど、ちょっとインフルの可能性もあるし、ちょっと関節が痛すぎて、もうなんかあと頭痛もひどいし、もう歩ける感じじゃないから、とりあえずさっき保険の会社に電話して、で病院に行かしてもらうことにしました。でなんかキャッシュレス対応でオンライン診療もできそうやから、それ待ちです。ちょっと早めに薬もらえることを祈って。かれこれ待っても1時間経つけど全然連絡来へんっていう。頼むわ。さっきオンライン診療ようやくアポ取れて終わりまして、でなんか薬も届けに来てくれるみたいで、あとなんかインフルの検査官もホテルまで来てくれるみたい。ありがたい。ありがとうございます。インド進んでる。ということで薬を待ちたいと思います。お願いします。やばい。今熱測ったら 39.5 いってて、やばい、マジでもう死にそうなぐらいしんどい。なんか渋滞でなんか全然薬の人来てくれへんくて、もうなんか2時間ぐらい経つんやけど、やばい、早く来て。ちょっとマジで死にそう。ようやくさっきホテルまで薬持ってきてくれはって、で飲めました。いやー、ありがたい。ありがとうございます。で30分ぐらい経ったんやけど、結構やっぱり楽になってきた。
熱がもう下がって、今37とかで、もうそれだけで全然違うのと、あと関節めっちゃ痛かったけど、なんかその関節もなんかだいぶ緩和されてきた。ただちょっと頭痛がひどすぎて、なんか、やばい。あとまあ咳とかは全然止まらんけど。でも熱下がるだけでこんな違うんやって感じ。薬大事。今日はぐっすり寝れると思うんで。でもまだ、あれや、インフルの検査の人来るから、ちょっと、もうちょっと起きといて、その後、もう爆睡したいと思います。おやすみなさい。おはようございます。本日、寝込んで3日目の朝です。だいぶいっぱい寝ると、やっぱり薬飲んでると違うなっていう感じで。で、またちょっとね、やっぱ頭痛はひどいけど、熱の下がったままで、昨日インフルの検査員みたいな人が、検査してくれたんやけど、無事ネガティブでした。よかった。だから特に待機する必要なく。なので、今日もちょっとゆっくりして、で、明日もちょっと体調次第では、ちょっとあんまり外出やんようにしようかなと思ってて、外やっぱ大気汚染がすごいから、なんか、曇り空というか、もくもくしているから、あんまり外歩くと、また悪化しても嫌やから、ゆっくりして、で、様子見たいなと思います。今回、デリーの動画が作れへんのは非常に申し訳ないんですけど、すみません。すみません。髪の毛ボサボサすぎてやばい。やばいけど。とりあえず、熱は下がってよかった。今日も一日ゆっくりしたいと思います。おはようございます。本日寝込んで4日目の朝です。いやーだいぶ良くなりました。インスタとかで、ご心配のお声いただいた人たち、本当にありがとうございます。無事。ちょっとやっぱり頭痛がまだ残ってるけど、あとなぜかあんま何も食べてへんのに、お腹も若干下してる感じやねんけど、でも、だいぶ復活して、普通に動ける感じになってきたから、明日は予定通り移動しようかなと思ってます。ただちょっとデリーの、観光は体力も気力も必要やから、とりあえず、今日も、ホテルでゆっくりして、で、明日に備えようかなと思います。インドは、また来るかなと思ってて、いビザ発行したら、5年間は何回でも入れるはずやから、また来ようと思います。多分ね、食中とかじゃないから、単に、ストレスとか疲れ溜まってたんかなって思ってるんやけど、あと、アムリトサルからデリーに移動して、で、ここ一応、インドの中で最後の目的地みたいな感じやったから、ちょっと安心したのもあるかなって思ってます。ついに明日から念願のアフリカ大陸に入ります。いやーもうずーっとほんまにアフリカ大陸に行きたくて、で、ほんまにこのアフリカ大陸に行くために世界一周、仕事辞めてまで世界一周しようって思ったきっかけでもあるから、ほんまにめっちゃ楽しみ。やけど、やっぱり東南アジア
とかとは違って治安面とかも結構違うと思うから、その辺はしっかり気張っていかなあかんっていうので緊張感も結構あります。だからまあできるだけ体調崩さないようにゆっくりめに行くつもりやけど、ひとまずこのアフリカ大陸に無事行けそうっていうのが本当にもう良かったなって思ってます。ちゃんと熱下がって、あと万全に整えるためにも今日もゆっくりして、で、アフリカに向かいたいと思います。いやー、すいません。ほんまに。なかなかちょっと寒さというか、その気温差が激しくて体がついていかんかったんかもやし、ちゃんと寒さ対策は大事やなって改めて思いました。ということで、本当にこのなんか全然デリー観光を紹介できひんかったけど、このインドで特にアムリトサルは今回めちゃくちゃハイライトですごい良かったから、ぜひ行ってほしいのと、あとインドにはほんまにいっぱいいろんないいところがあるんで、もしよかったらこちらの動画参考にしていただきたいなと思います。個人的なランキングをつけているけれども、正直そのランキングっていうよりかは、インドってほんまに広くて、言語も違えば、気候も食文化とか宗教、全然異なってくるから、本当にいろんなインドをしてほしいなっていうふうに思ってます。個人的にすごいおすすめで行きやすいのはケララっていうところで、ケララは本当に日本人に結構人気な場所になるので、気になる人はぜひチェックしてみてください。本当にちょっとご心配おかけして申し訳ございませんでした。本当に楽しみ、ワクワク半分、不安半分のアフリカ旅を今後も見守っていただけるとすごく嬉しいです。ということで、今回も最後まで見ていただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。今回もよろしくお願いします。